もう手で起こすのは3手。私、本日よりサバイバルレッスンに入りますんで。というわけで本日よりサバイバルレッスンを始めるビートナイトでございます。お庭でちょっとサバイバルレッスン入りますんで、よろしくお願いします。こちらは先日行われましたワイフナイトの日本料理ワークショップで、そのゲストがお土産で持ってきてくださったフランスの伝統的料理カスレでございます。白インゲン豆と豚肉、ソーセージ、鴨肉など複数の肉類を専用の土鍋でじっくり煮込んでオーブンで焼き上げたボリュームたっぷりの料理です。そして今回は僕人生初となる海外でのキャンプにもその制限がございましたので、なるべく軽量化を目指してやってまいりました。本日はこの海外キャンプのためにどんなキャンプギアを持ってきたのか合わせてご紹介していきたいと思います。人生初の海外キャンプといってもですね、お世話になっているご自宅のお庭でキャンプをするだけなんですけども、それでもなんだかワクワクします。早速ご紹介するのがこちらのキャンピングムーンのポケットタンクでございます。めちゃくちゃ軽量でとてもコンパクト、サイズもおよそ7センチ四方、重さがわずか 215g という超軽量のポケットタンクでございます。 CB 缶から充填できるとても便利なアイテムです。そして調味料はご自宅のものを勝手に拝借。ワイフナイトが持ってきたニンニク麹も勝手に拝借でございます。行ってきます。というわけで人のうちで勝手にサバイバルキャンプ始まりです。さてどこでキャンプをするのか探っていきたいと思います。午前中の天気はいまいち、若干雨が降りそうな雰囲気です。この辺りでやっていきましょうか。こちらなんですが、先日参加したサバイバルのワークショップワイルド&ネイティブで購入した浄水器付きのボトル。今回は海外のアウトドアということで持ち物も最小限。このバッグ2つで挑みます。中身はこんな感じというわけでベースキャンプを作っていきたいと思います。まずこちらなんですけども、マダドールというポケットブランケット、こんなにコンパクトになるんですが撥水性には優れていて、2人から4人ぐらいは座れるシートです。重さは約 110g ととても軽量。さらに四隅に軽量のペグもついているので風の強い日も安心でございます。お値段もお手頃でございます。重量制限があったのでテントを持ってくることは断念しました。そのためこちら DD タープのスーパーライトタープを新調いたしました。 DD といえば老舗のタープメーカー、お値段は少々張りますが他のブランドと比べてもブランドの安心感もあるということでこちらを持ってきました。通常の DD タープと比べると圧倒的にコンパクト。スーパーライトの重さは約 460g で想像よりも少し重たかったんですが、それでもしっかりした作り。通常版は 790g になっておりますので、通常版と比べても約 300g 近く軽いということで、こちらのスーパーライトを選びました。ネックになってくるのがお値段ですね。というわけでこちらの DD タープウルトラライトをこのロープで設営していきたいと思います。久しぶりのアウトドア、久しぶりのタープということで、すっかりロープワークを忘れてしまったビートナイトでございます。ほぼ全てのロープワークを忘れてしまいまして、
一番大事な8の字結びもままならない状態でございます。片方のロープは固定されているものとして YouTube で確認結びしたいもいもののにローにロープをかけて手前側なんとなく思い出した気がする。でタープのループにロープを通していくのが大変だと気づいたビートナイトは別の方法を試してみます。考え中。ロープ自体にループをつけて、そのループに枝を使って止めていく方法がいいんじゃないかと思いました。果たしてうまくいくのでしょうか。いい感じですね。今回ポールを持ってきていないので、自然からポールになる長い木の棒を探しに行きます。近くの森から長めで太めの枝を拝借。ここの森、とってもいいところなので、今度はここでキャンプしたいですね。果たしていい枝はあるのでしょうか。探していきます。ああ、これ良さそうですね。これ良さそうですね。42歳冒険心ワクワクです。あ、これも良さそうだね。こちらの2本持っていきましょう。いい感じのポールになりました。そして寝床を作っていきます。今回持ってきたのはエアマットラブのウルトラスフィア 4.5 でございます。重さはなんと 370g、 サイズは130センチ、横幅51センチ、厚みが約8センチとなっております。収納時のサイズが18センチ ×9 センチとコンパクトで、専用のこの空気を入れるものがありますので、このようにして空気を入れていきます。大きな特徴としては2層のティルト反射フィルムが採用されていること。寒い時期のアウトドアで困るのは地面からの冷気ですが、その冷気を遮断してくれる構造です。試しに寝てみましょう。もう寝れそうですね。そしてこちらも購入しました。こちらはこのエアベッド用のベッドシーツ的な感覚で買いました。そしてこちらがなんと痛い。これ地味に痛いですよね、こういうの。こちらがリチウムというダウンスリーピングバッグでございます。なんと重さが 450g、 対応温度が15度から3度。3度は限界値なので、おそらく10度ぐらいまでは快適にいけるのかなと思います。今回こちらのボルドーの夜の気温がだいたい10度ぐらいまで下がるということで、ギリギリ対応できる温度ではないでしょうか。 500g 切る寝袋でこれほどの使用可能温度の幅が広いのは嬉しいところです。そしてこちらがヘリノックスのチェア。今回椅子はいらないかなと思ったんですけども、やはりアウトドアでは椅子があった方が圧倒的に快適。地べたに座るスタイルもいいと思うんですけども、腰に負担がかかるのでこちらを持ってきました。ヘリノックスのチェアゼロ。ヘリノック史上最軽量の椅子ということで、なんと重さが約 490g。 今後登山もやっていきたいと思っているので、先行投資として購入いたしました。少々お値段は張りましたが、耐荷重がなんと 120g と大変丈夫な椅子でございます。ただ若干気になるところが、この椅子の素材的に焚き火の粉が飛んだら一発でやられてしまうということです。それを防ぐために私は
いつも愛用しているこちらのスカーフ。実はこれ私が高校2年生の時から使っています。こちらを巻いて火の粉から守るようにしましょう。いい感じですね。ちなみにこれスーパードライなんですけども、フランスの田舎町のスーパーでもこのスーパードライが購入できるんです。すごくないですか。というわけでアサヒスーパードライ。いやー、本当にね、暑くもなく寒くもない最高の季節にフランスの田舎町でこうしてキャンプができること、大変幸せなことでございます。ちなみにこの庭にはこの時期さくらんぼがなるんです。少しお腹が空いたのでビールのおつまみにさくらんぼをいただきます。うまい。もうこれはやめられない、止まらない。なんと豊かな時間なんでしょう。今回テーブルを持ってくる余裕はなかったので、近くに転がっている丸太をテーブル代わりにこいつにしましょう。ちっちゃいんですけどなかなか重量がありますね。で、今回ですね、ぜひ紹介したいのがこちら。キャンプをされている方なら一つは持っているのではないでしょうか。こちらのスノーピークのチタンマグ。この中には男のロマンが詰まっております。この中にはこれだけのものが入っています。先ほど紹介したキャンピングムーンの先ほど紹介したキャンピングムーンのガスタンク、そしてそれに合わせて購入したガスタンク用の三脚。これでガスタンクが安定します。さらにこちら BRS3000T という超軽量のガスバーナー。手に握り込めてしまうぐらいのサイズ。重さはなんと約 25g。 世界最軽量といっても過言ではないチタン製バーナーでございます。この五徳の部分って結構グラグラするものがあるんですけども、これはなんとですね、ちゃんとロックして安定させることができるんです。これだけ小さいガスバーナーが世の中にあるのかと衝撃でございます。はい、装着してみましょう。装着サイズがこんな感じですね。はい、いいですね。このコンパクト具合、とても良さそうです。ちなみにこの三脚なんですけども、今回ライトとして持ってきたこちらゴールゼロ、こちらに取り付けようと思って持ってきたんですが、ゴールゼロにつけるには専用のアダプターが必要となっておりまして、今回は取り付けることができませんでした。なんねえのか。反省点でございます。そしてこちらが超軽量のチタン製コーヒードリッパー。重さはなんと 15g。 非常に素晴らしいんですが、お値段はやや高め、4500円。そしてこちらも超軽量チタン製のドリップグリップ。価格は2180円。正直なところ少々お高いかなと思ったんですが、合わせて購入してみました。これをつけることによってうまくお湯を注げるようになるということなので、後ほど試してみたいと思います。こちらがドリッパーですね。
今回のキッチン用品はこちら。スノーピークのパーソナルクッカー、チタン製のものと、エバニューのウルトラライト。この中にはアルコールストーブが入っているんですけども、アルコールを持っていくのにアルコールを入れる容器が必要になってくると思うんですけども、このエバニューのアルコールストーブにぴったり合う容器というのがなかなか存在しないんですが、私は今回こちらを 3D プリンターで自作しました。エバニューのアルコールストーブの口にぴったり入るサイズで設計。通常モデリングソフトで作らないといけないんですけども、最近の AI の発展が目まぐるしいということで、なんと指示しただけでこのボトルを作ってもらいました。ちなみになんですけど、先ほどの BRS のガスバーナーとてもいいんですけども、一つネックなところがありまして、風にね、そこまで強くないんですよ。この問題を解決してくれるのがこのエバニューのパーツなんですけども、風よけになりますよというのが YouTube でやってたんで、一回試してみたんですけども、正直ちょっとうまくいきませんでしたね。これがですね、スノーピークの、パーソナルクッカーに収納するんですけども、若干やはり収まりきれないので、僕はですね、ゴムで留めたりしております。というわけで、早速、コーヒーでもね、入れていきたいと思います。先ほどの浄水ボトルから水を注いで、お湯を沸かしていきます。改めてのご案内なんですけども、ここルアソンはお水がとても美味しく、しかも水道水なので浄水する必要はございません。ですが、サバイバルに慣れていくということで、こちらのボトルで浄水してお水を入れていきます。ちなみにこのフィルター、買いも売ってますのでね、お湯を沸かしていきたいと思います。というわけで、お湯が沸くまでの間、今回持ってきたナイフやノコギリなどもご紹介していきたいと思います。この中に入ってる中身はこんな感じ。まずはですね、いつも使っているグリップスワニーのグローブ。もう使い込んでいますね。そして、オピネルのナイフでございます。理由は、フランスということもありましたし、なんといってもですね、軽くて切れ味がいいので、こちらを持ってきました。そして、メインナイフとなるのがこちら、モーラのナイフでございます。お値段以上、もう8年ぐらい使っているんですけども、非常に丈夫で使いやすいナイフですね。さらに、お値段も安いと。さらに、こちらがですね、300円ぐらいで買える、皮膚希望ですね。あとは、村の鍛冶屋さんのトング。スノーピークのフォーク&スプーンですね。あとはこちらもですね、もう7年ぐらい使ってるんですけども、小さなノコギリでございます。あとは、100均、セリアで購入した小さなまな板。そしてこちらがですね、ユニフレームのパン焼き器についている折りたたみの網でございます。で、こちらもですね、セリアで購入した調味料入れですね。最低限の調味料を持ってきました。あとはコーヒーフィルターですね。そうこうしているうちにお湯が沸いてまいりました。早速、先ほどのドリッパーとドリップクリップを使ってお湯を入れていきたいと思います。果たしてね、うまく注げるのでしょうか。装着。引っかかりも良くてね、良さそうですね。なかなかいいね。ペンで落とせますね、これがあると。なかなかいいよね。というわけで、コーヒーをいただきます。周りはぶどう畑。
ぶどう畑、ぶどう畑。ここから見える景色は最高でございます。乾杯。鳥のさえずり、自然の音、ビートナイト、若干ぼーっとしてますね。瞑想状態に入っているのでしょうか。ちなみに紹介し忘れたんですけども、今回はピコグリルの焚き火台を持ってまいりました。やっぱりね、これが一番軽くて使い勝手がいいですよね。そしてこちらが杉の板を持ってきました。前回のサバイバルレッスンを生かして切りもみ式で火をつけるチャレンジをしていきたいと思います。 V 字のここに V 字を作っていきます。 V 字の切り込みをですね入れていきます。果たしてこのフランスの環境で火を起こすことはできるのでしょうか。日本の環境でも火を起こすことはできませんでしたが、相当のトレーニングを重ねたビートナイトは火を起こす気満々でございます。やはり何個もですね、この V 字の切り込みを作っていくことによってナイフ使いも少しずつですね慣れてまいりました。火を起こす気満々なので、麻紐をほぐしたものを用意、火を起こしていきたいと思います。果たして火は無理だこれ多分。ちょっと手が滑りやすいので雑草をもみ込み滑り止めにします。さあ、サバイバル教室で学んだ経験、ここで活かせるのでしょうか。乞うご期待。これが滑って動いちゃうから。つかんか。失敗。2回目のチャレンジも失敗しました。諦めきれずもう1回。火はついたのか。ファイヤースターターが出てまいりました。マジで一撃だぜ。火起きるの後から見ても文明の力ってすごいなと思いますね。ただ私の目標は切りもみ式で火を起こすことです。今回は失敗しましたが、まだまだここ
ルガソンでの生活がありますので、火を切りもみ式で起こしていきたいと思います。無事火が起きたところで、ワイフ内藤さん到着です。火はついたよ。すごいね。手では起きませんでしたけどね。まだ1回目だから。差し入れを持ってきてくれました。はい、食材。ありがとうございます。食材が届きました。差し入れ入れといたよ。というわけで、朝日スーパードライをもう一本。朝日スーパードライなんか言うとんねん。若干雨降りそうだな。というわけで昼食を作っていきたいと思います。ニンニクにズッキーニ、トマテ、煮込んでいきます。そしていただいたカスレをこの中に入れて、勝手にオリジナルメニューを作っちゃうビートナイトです。伝統料理を破壊していくパンク精神でやっていきたいと思います。でもめちゃくちゃうまそうですね。ワイフ内藤さんの差し入れ、なんと生ハムが入っておりました。こちらをパンにのせていただきたいと思います。見事にピントがずれてしまいました。フランスの田舎の風を感じながら食べるフランスの郷土料理。日本のビールとのマリアージュ、最高でございます。切りもみ式で火を起こすこと、諦めきれないビートナイトはいい木を探しております。というわけでもう一回チャレンジしましょう。今日4回目のチャレンジ、4度目の正直なるのか。いったか、いったのか。いったか。つかん。つかん。つかねつかねえ。
そうこうしているうちに日が沈んできます。ワイフ内藤さんはピクニックを始めました。ビートナイトはまだ切りもみ式での火起こしが諦めきれず、本日5度目のチャレンジです。絶対つけてやるというこの気持ちの熱さ、とくとご覧ください。ああどうだった？結局火つかんかった。なんともう手で起こすのは無理なのかな。優雅ですね。ピクニックですから。最高じゃん。俺もサバイバルからピクニックに変わります。あー、痛い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 。飲もうかね。美味しそう。サバイバル失敗じゃん、また。金曜日もあるじゃん。あれそのままでいいかな。いいんじゃない？もちろん。3手3手。フランス・ルガソンでのアウトドアはまだまだ続きます。ぜひこのタイミングでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんのご意見ご感想もお待ちしております。果たしてビートナイトは切りもみ式で火を起こすことはできるのか、こうご期待。よし。